こんにちは、あーです。今回は加藤の車両向けのちらつき対策を施した室内灯を作成していきます。製作に使用するものを確認していきましょう。まずは薄型の基板。電流の極性を統一するブリッジダイオードとちらつき対策の電解コンデンサー。電圧を抑えるための抵抗と 5V 仕様の COB テープです。パワーユニットなどから出力される電圧は最大で 12V のため 5V の COB テープを使用するためには抵抗が必須となります。あとは純正の集電集の互換品を使用します。COB テープを車両に合わせてカットします。どこで切っても大丈夫です。テープ LED のようにカット位置の決まりがないため扱いやすいライトです。少し長めに切っておいて後で干渉する部分をカットするといいかもしれません。次にブリッジダイオード、コンデンサーなどを固定する基板を用意します。薄型の基板はハサミで切ることができます。車内に収まるサイズで切り出します。細かい部品を複数ハンダ付けしていくために使用しますが、ハンダ付けに自信があれば基板は使用しなくても大丈夫です。次に各電子パーツを取り出し、ハンダ付けの準備へと進みます。ブリッジダイオード、コンデンサー、抵抗、COB テープの順にハンダ付けしていきます。コンデンサーは足が長い側がプラス、ブリッジダイオードも4本の足のうちの1本がプラスです。ブリッジダイオードにプラスの刻印があるのでよく確認しましょう。電解コンデンサーを格納する位置を決めます。今回は客室最後尾座席の通路に収めます。COB テープの 5V の印字がある側がプラスです。コンデンサーの向きを合わせて基板にセットしてハンダ付けします。ハンダ付けの後にコンデンサーが客室内の想定位置に収まるか確認します。コンデンサーは大きいため客室内に収まらないと屋根を戻せなくなります。純正品照明ユニットの LED 基板がかぶさる位置に基板が来ると加工しやすいです。次にコンデンサーをハンダ付けした箇所にブリッジダイオードをハンダ付けします。コンデンサーのプラスとブリッジダイオードのプラスを合わせましょう。純正品照明ユニットと同じように車両に組み込めるか確認します。きれいに組み込めたら基板側の準備は完了です。次は抵抗と COB テープライトのハンダ付けへと進みます。COB テープライトの 5V 印字側に抵抗を挟み込んでハンダ付けします。抵抗は今回は 620Ω のものを使用しました。極性マイナス側には COB テープの接点に届くように導線を追加します。極性プラス側は抵抗の足を COB テープライトにハンダ付けするため導線はマイナス側にだけ必要となります。COB テープライトのカット位置によっては導線の延長なしに接続できることもあるので、この辺りは臨機応変に工作します。COB テープの接点に予備ハンダを盛ります。COB テープライトの接点箇所はテープ LED と比べると予備ハンダを盛りにくい印象があります。COB テープライトにハンダ付けします。5V の印字がある側がプラスです。
次にブリッジダイオードの足に銅板をハンダ付けします。この銅板が集電周と接触し、導電を確保します。銅板に通電させて点灯テストを行います。点灯確認ができたら室内灯の完成です。純正品と同じ方法で車両へ組み込んでいきます。まずは集電周を床下へ差し込みます。工作した室内灯の基板とダイオード、銅板部分を純正品の照明ユニットを差し込む箇所に取り付けます。この時点で COB テープライトが客室パーツなどに干渉している場合は該当箇所をカットします。COB テープライトは後からミリ単位でカットして長さを調整できる点が従来のテープ LED より優れている点だと思っています。組み込んだ後に点灯テストを行います。点灯確認後、ボディを戻して組み込み完了です。電解コンデンサーを採用しているため、通電切れてもすぐに消灯することはありません。これまでにもいろいろと室内灯を作成してきましたが、今後も試行錯誤していき、いろいろな方法を動画にしていきたいと思っています。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。